こちらが DJI Osmo Action 6ですね。早速開封していきます。Osmo 360と同じでスクエア型の CMOS センサーを搭載したので、さらに画質が向上したということです。これが実際に Action 6で撮ってきた映像なんですけど、どうでしょうかね。なんか今回は少し露出が明るめに記録されるような印象を少し持ったんですが、どうでしょうか。それで肝心の画質なんですけど、特に日中なんかは解像感あってね、結構いいんじゃないかなと思いました。本体の外観に関してはそんなに大きな変更というのはない感じですね。アクション5 Pro と比べるとほんのちょっとだけ大きくなったかなっていう感じがありますけど、比べないとわからないくらいのほんとちょっとの差ですね。それ以外の見た目機能性というのはほとんど一緒です。これがアドベンチャーコンボに同梱されているアクセサリー類ですね。こちらバッテリーですね。今回はね、バッテリー1個で4時間取れるらしいです。それにセルフィースティックがついてきます。これがフィルターとレンズ類ですね。これがマクロレンズ。今回からマクロレンズが登場しまして、これは FOV レンズですね。超広角レンズですね。こっちは ND フィルターの8と16と32の3個セットになっています。こっちがアクション5 Pro の FOV レンズと ND フィルターなんですけど、このね、取り付けるところの径がアクション6になってから少し大きくなってるんで、ちょっとよくわからないかもしれないですけど、アクション6の方がちょっと大きくなってまして、レンズのところが。なので、このレンズのカバーの大きさも結構違うので、この ND フィルターとかもですね、結構大きさが違いまして、なので、このアクション5 Pro 用の ND フィルターとか FOV レンズを持っていても、アクション6を買った時は、こっち用のアクション6用のを買い直す必要があると思います。ちなみに ND フィルターは前回と一緒で、このレンズカバーの上からはめるだけという感じになっております。そしてこっちのマクロレンズですね。こっちね、結構楽しみなんですが、このアクション6単体だと最短撮影距離が35センチなんですけど、これを取り付けると最短撮影距離が11センチになるらしいです。かなり近寄って撮影ができる。しかも F2 で撮影できるので、背景をぼかして撮影ができるとのことです。でしかも今回のアクション6はレンズを取り付けると、こうやって自動でマクロレンズが取り付けされました。水の中では撮らないでくださいっていうふうに表示がされて、取り付けるだけでこのバッテリー表示の左側にマクロレンズのマークが表示されて、自動で画角とか調整してくれるっていう感じになっております。FOV レンズの時も一緒で、アクション5 Pro の時はね、自分でFOV レンズつけたら設定で変えないといけなかったんですけど、FOV レンズをつけたら FOV、ワイドっていう風に表示されてますけど、自動で認識して調整してくれるっていう感じになっております。そしてちょっとここにハッセルブラッドを置かせていただきまして、で距離をちゃんと測って、最短撮影距離が35センチなので、通常はこれくらいの距離が最短撮影距離なんですよ。ここにマクロレンズを追加して、でマクロレンズを使うとここくらいまで寄れるので、これでちょっと撮ります。多分ね、この文字のところに焦点ちゃんと合ってると思うんですが、でここにですね、実は焦点距離を調整するリングがついておりまして、
少し離れたものを撮影したいときはここで手動で調整する感じになっています。これが今35センチ距離を空けてマクロレンズをつけて撮影している映像です。これが今お花マークのところです。人のマークのところにレバーじゃないリングを調整しました。で、今山のマークのところにやりました。そしてアクション6の今回のアップデートの中で 4K カスタムモードっていうのがありまして、で今これ横長のアスペクト比で、4対3に設定はしてあるんですけど、16対9とかももちろん選べるんですが、ここのですねアスペクトレーションをこのカスタムっていうところにすると、アクション6のセンサーサイズがこの 1.1 分の1インチのこの正方形のサイズなんですけど、このセンサー全面を使って録画するので、編集する時にこの横長にするか縦長にするかっていうのを後で決めることができます。でこのモードの一番いいところは、センサーが正方形なので横長で切り取っても縦長で切り取ってもどちらも画質が 4K ということです。ちなみにアクション6は内蔵ストレージが 50GB あります。なのでね、僕まだ SD カードを挿して使ってないんですけど、50GB あればね大体のことはできるかなと思います。今回はですね、フィルムトーンっていう新しいメニューが加わりまして、ノーマルの10ビットを選択するとこのフィルムトーンっていうのを選べるようになりまして、で結構ね種類があって、でその、フィルターみたいなものを何%かけるかっていう数字まで変えられるっていう感じになっています。実際に全てのフィルムトーンで同じ場所で撮影してきたので見比べてみてほしいんですけど、これね結構使えそうだなと思いました。個人的にはこの NV っていうフィルムトーンが一番好きかなと思いましたけど、撮影する場所とかによってね好みで変えればいいかなと思います。でこのフィルターのフィルムトーンのかかり具合をパーセンテージで変えられるっていうのもね結構親切でいいなと思います。これがスーパーナイトモードで実際に夜に撮影してきた映像なんですけど、今回のアクション6はですねセンサーサイズがスクエアになって、でしかも大きくなったということで夜の撮影にもかなり強くなったということなんですが、どうでしょうね。映像を見てもらったらわかると思うんですけど、ノイズとかもね全然ないんですよね。ただバタバタ歩きながら撮影するとさすがにちょっとブレたりはするので、そこら辺は丁寧に静かに歩きながら撮影すれば全然大丈夫な感じでしたね。ここの通路ね行ったことある人はわかると思うんですけど、かなり暗いんですよね。こんなに明るくないんですよ。なのであの暗さをここまで明るく撮影してくれてるんだったらもう全然十分かなと思います。今回のアクション6はねマクロレンズとかも含めて結構なアップデートだったんじゃないかなと思うので、気になった人はウェブサイト等チェックしてみてください。では。